こんにちは、ジリピトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスバークター東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や小池百合子氏、石丸伸二氏、ひろゆき氏、田村淳氏、大悟氏、スティーブ・青木氏など、数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まず ETF 関連から見ていきますと、DRW ベンチャーキャピタルのスポットビットコイン ETF、スポットイーサ ETF の保有が公開されました。グレースケールのビットコイントラストが4400万ドル相当、グレースケールのイーサリアムトラストが 1.5 億ドル相当となっています。DRW が仮想通貨関連商品に投資するのはおそらくこれが初めてということと、イーサの方を多く保有していることが注目されてますね。で、またグレースケールの方ではメーカー DAO の投資信託、メーカー DAO トラストの立ち上げを発表しています。つい先日もスイや TAO の投資信託を発表してましたけども、立て続けのリリースとなってますね。こちらも今後市場に影響してくるのか注目ですね。で、また昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、まだブラックロックが公開されてませんが、すでに全体でプラスとなってますね。グレースケールの GPT の流出も、マイナス 0.28 億ドルほどと収まってまして、フィデリティ、ビットワイズからの流入が見られます。これで今週は、初日から全体で2日連続の準流入となってますね。一方、スポットイーサ ETF の方は、こちらは現時点ではマイナスとなってます。グレースケールの流出がまた出てまして、いつも通り他が相殺できずに、全体でマイナスとなってます。ブラックロック次第となってますね。一方、香港の方は、ビットコインがマイナス 248.6BTC、ドル換算ではマイナス1480万ドル相当、イーサはゼロとなってます。ビットコインは約1週間ぶりの流出を記録してますね。あと、オンチェーンの方では、マントゴックスの再決分配用に20億ドル相当のビットコインを受け取ったアドレスが、別のアドレスに送金したのが確認されてます。アーカム曰くですね、おそらくビットゴーのものであるとされてますね。で、ここ最近ずっと各取引所のマウントゴックスの債券者分配による売り圧が毎回注目されてますが、マウントゴックス関連の取引所は、ビットバンク、クラーケン、ビットスタンプ、SBI、そしてこのビットゴーの5社とされてるんで、マウントゴックスの債券者分配がそろそろ終わりに近づいてるんじゃないかと、売り圧ファンダ解消の動きが見られてもおかしくないという見解も出てます。毎回多額の送金があるたびにビットコインの価格に影響してますけども、分配終了の公式声明が出された後ですね、どうなるのか注目ですね。ビットコインの価格は現在6600ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米 PPI の総合が前月比予想の 0.2% に対して結果が 0.1%、コアも予想の 0.2% に対して結果が 0.0% と、どちらも下回る結果となりまして、米金利下落、米ドル安要因となっています。米国債金利は 3.845 を推移しておりまして、ナスダックが 19006、S&P500 が5437、ダウ平均が 39765、金ゴールドが2463ドル、日経平均が 36232 円、ドル円が 146.97 円となっております。個別株の方では、コインベースがハワイでのサービスを再開したことが話題になっています。コインベースは2017年にハワイ州のビットコイン保有量と同額の現金準備金を保有しなければならないというですね、日本と同じような規制に対応できずにハワイから撤退してるんですけども、その後ハワイがサンドボックスを立ち上げたり、規制変更を行ったことでサービス再開に至ったようです。単独で特別強くはなってないですが、株価はプラス 3.23% 推移となってますね。あと大きい動きがあったところでは、コアサイエンティフィックが最大3億5000万ドルの転換社債発行計画を発表しています。で、最近の仮想通貨界隈の転換社債発行というファンドは大体がですね、ビットコインの買い増しに当てられるとか、株価に対しても割とプラスファンド寄りの話だったんですけど、
今回のコアサイエンティフィックの転換社債発行に関してはですね、未払いローンの全額返済に充てるとか、使い道にいい印象がないんで、市場もマイナスと捉えて、株価がマイナス 10.67% と落ちてます。あと他ではメタプラネットがビットコインの買い増しを発表しましたね。額としては 57.1BTC、約5億円相当です。先日の10億円調達からの買い増しとなってます。これで総保有量は 303BTC となったとのことです。株価は未だ1000円台をキープしてますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 2.6%、額としては294億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.2%、バイナス意味はロングが 57.8% としたようになっています。今後の指標としては、本日8月14日にニュージーランド中銀政策金利、米国英国の CPI、8月15日に日本英国の実質 GDP、米小売売上高、フィラデルフィア連銀景況指数、ニューヨーク連銀製造業景気指数、8月16日に英小売売上高、米ミシガン大学消費者信頼感指数などが控えております。市場全体では、昨日の米 PPI の結果から各指数反発して上向きになっている状態です。まだ指標を控えている中ですね、本日の米 CPI が最重要と見られてますが、CPI、PPI に比例するという見方が強いので、もうすでに織り込まれているという見解もありますね。本日の米 CPI で PPI と同じくらい、若干下回るくらいだったら調整入るかもしれませんけども、それ以上大幅に下回る展開になると、また上行く可能性もありますね。チャートだけ見たら節目の6万ドルの攻防となってますが、短期では上は6万2000を抜けて6万4000の攻防に迎えるかどうか、下は5万8000のラインで耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場のどこに引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。イーサの価格は現在2690ドル、BTC 建ては 0.0445 と、昨日と同水準となっています。先物の方では、OI は全体でマイナス 2.7%、額としては108億ドル相当、比率として全体ではショートが 50.1%、バイナンス意味はロングが 57.8% としたようになっています。昨日の時点では ETF の流入も改善してて、ビットコインに対してもOI も増加してて、BTC 建ても強くなってると、久しぶりにいい兆候が見られましたけども、本日は帳尻合わせるかのようにですね、ちょっと弱い印象があります。他あるとも特別強いもの以外は同じような動きになってますね。チャットだけ見たら一番抵抗強そうな2800に徐々に近づいている展開です。こちらも本日の CPI 次第になると思いますが、短期では上はこの2800の攻防に迎えるかどうか、下は一旦は2600で反発できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとここからその他の動向になります。ハリス GA の仮想通貨イベント、クリプト for ハリスが本日開催されるようです。マーク・キューバンや仮想通貨派の議員を招いて、ハリス GA も仮想通貨政策の取り組みを見せて資金調達をするとされています。一部からはハリスはトランプと逆のことをひたすらやってるだけみたいな批判もありましたけども、先日のハリス GA が仮想通貨政策に取り組んでるんじゃないかという噂から結構早い展開となってますね。仮想通貨民はどちらを支持するんでしょうかね。で、あと他では仮想通貨支持団体フェアシェイク PAC が上院議員選挙で仮想通貨派の議員らを推すために1200万ドルの資金を投じて CM 枠を確保していることなどが話題になってますね。大統領選の予測では昨日からさらに 1% ほど差が開いてます。このままハリスが押し切るのか、その後の展開に注目ですね。あと他ではシンガポールの DBS 銀行が RWA プロジェクトトレジャリートークンの試験運用を開始したこと、3Rs キャピタルがテラフォームラブスに対して13億ドルを請求する訴訟を起こしたことなどが話題になっています。3Rs キャピタルの破綻はルナショックが起因とされてますが、こちらも認められるのか注目ですね。あとここからアルト関連になります。ユニスワップの手数料収益が5000万ドルを超えたのが話題になっています。ユニスワップは去年10月に取引手数料として 0.15% を取る仕様になりまして、そして今年4月にはその手数料を 0.25% に引き上げと、去年の10月は50万ドル程度だったんですけども、それが今では5000万ドルと、約100倍になっています。手数料が上がったところで、DEX を変えるほどの理由にはならないですから、ただ NFT マーケットプレイスのオープンシート、ブラの前例を考えるとですね、手数料の違いで派遣が入れ替わりましたから、手数料無料、さらにオプションもつきますみたいな DEX が出てくるとですね、一気に状況が変わる可能性もありますね。
ユニの価格は現在 6.3 ドル、BTC 建てはプラマイゼロ、時価総額は21位です。ジョイアルトの中では比較的強く保ってますが、ここからさらに上抜けできるのか注目ですね。あとはヘデラがコッパーとの提携を発表しています。この提携により、コッパーがヘデラの保管及びステーキングサービスを提供することになるとのことです。コッパーは英国の元財務大臣ハモンド氏が会長を務めてまして、300以上の大手機関が取引先となっていることから、主に機関投資家からの資金流入が期待されています。ヘデラの価格は現在 0.054 ドル、BTC 建てはマイナス 1.0%、時価総額は46位ですね。今のところ単独で強くはなってませんが、今後の進捗に注目ですね。あとはマンタのマルチ DA も話題になってますね。セレスティア DA に加えて、エーゲン DA、ニア DA、0G、ヌービット、ディルとの統合を追加することで、一つの DA が不能になったとしても、マンタネットワーク自体は、チェーンを止めずに稼働を継続することができると。L2 初のマルチ DA 採用ということで注目されています。マンタの価格は現在 0.72 ドル、BTC 建てはマイナス 1.4%、時価総額は189位ですね。エアドロから上場後、未だ判定なく底を形成してますけども、こちらもここから浮上できるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、オプティミスティックロールアップのインテントベース型イーサ L2 と呼ばれているエッセンシャルが1100万ドルの調達を発表しています。今年後半にテストネット、2025年にメインネットリリースを予定しているようですね。こちらの今後の展開にも注目です。今日はこのところですけど何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。